吹雪いてるある寒い冬でした。カリュットは今日もいつものように獲物を探していました。カリュットはさまざまな野生の鳥や動物を捕まえて、動物の毛皮を売りました。角の毛は高いコートを作るのに使用できるため、カリュットにとってはいい金儲けでした。しかし最近は寒すぎて動物たちはどこかに隠れてしまい、カリュットの狩りはなかなかうまくいきませんでした。くそ、あいつらはどこに逃げ出したんや。今日もやっぱあかんな。その時、後ろに真っ白い鶴を一羽見つけました。ついに月が回ってくれたんやな。カリュットは銃で鶴を撃ちました。しかし弾は当たらず、鶴に逃げられてしまいました。そこ止まれ。お前はどうせ今日ワイの手で死ぬんだやで。ついに鶴はカリュットの銃に撃たれて翼を負傷しました。やっと狩りに成功したで。しかし喜びもつかの間、カリュットは彼が事前に設置しておいた罠に自分からかかってしまいました。あかん絶対にあかん。その瞬間、鶴は隙をついてカリュットから逃げました。鶴は不自由な体でやっとある家の前に着きました。鶴はトントントンと戸を叩きました。その音を聞いて戸を開けてくれたのは年老いた夫婦でした。やれやれ、かわいそうに翼に怪我をしたのね。血が流れてるな。かわいそうに。こんなに寒いけど、どうしてここまで来たの？翼を誰かが銃で撃ったようだね。私たちがこの哀れな鶴を治療してあげましょう。そうしようか。そして数時間後、また再び誰かが戸を叩きました。しかし今回はさっきよりはるかに大きな音でドンドンと叩きました。いやー、一体誰がこんな遅い時間にドンドンしているんだ？そうね、この遅い時間に一体誰でしょう？あなたが出てみますか？わかった。ちょっと待っていてくれ。おじいさんが戸を開けると、そこには険しい印象のカリュットが立っていました。失礼ですが、どうしてこんな遅い時間にわしの戸を叩くのですか？わいは鶴を探するんや。鶴は見てませんが。ほんまかいな。確かこの家に向かう足跡を追ってきたんや。そうですか。家を間違って訪ねてきたようですね。なんやけったいな話やで。確かにここの家まで足跡があるんやけどな。すみませんが、わしはそのような鶴は見たことがありません。カリュットは信じがたい顔をして帰りました。おばあさんは心配そうな顔でおじいさんに聞いてみます。大丈夫かな？大丈夫だ。心配するな。もう帰ったよ。もしわしがいない間、鶴を返す前にその狩人がまた来たら戸を開けるなよ。そうします。次の日、おばあさんが鶴の様子を見に行ったとき、びっくりしました。部屋の中に行ったのは鶴ではなく幼い少女でした。あなたは誰ですか？私はとどまる場所が必要です。ここって泊まってもいいんですか？私はお金はありませんが、おばあさんとおじいさんの仕事をお手伝いすることならできます。その前にここにいた鶴を見ましたか？鶴は見ませんでした。私だけです。昨夜、確かに羽に傷を負った鶴をこの部屋に連れてきたけど。何の話はよくわからないのですが、私をここに泊めてくださればたくさんの手助けをさせていただけます。おばあさんが悩んでいたところにおじいさんが部屋に入っていきました。この子は誰だ？鶴はどこに行ったんだ？少女はおばあさんにした話をおじいさんにも話しました。そうか。何かちょっとおかしくないか？
あの女の子を信じていいのか？幼い女の子だし、外も寒いし、行くところもないというのでかわいそうです。一応うちで止めてあげた方がいいと思う。そうして少女はおばあさんとおじいさんの家で仕事の手伝いをしながら一緒に過ごすことになりました。次の日、女の子へと変身した鶴は体が痛むのでいつもより早く目が覚めました。痛い、こっちは痛い、あっちも痛い。肩から足にかけて痛い。起きたくないな。でもお手伝いの約束をしたから。鶴は約束したからには守らなければならない気持ちになってしぶしぶ起き上がりました。台所で朝ごはんを何を作ろうかと悩んであげく、上手な焼き魚と卵焼きを作りました。太陽が昇るにつれておじいさんとおばあさんも起きてきました。おじいさんおばあさん、おはようございます。おはようございます。朝ごはんを作っておきました。どうぞ。おいしそうだ。娘さん、料理が上手ね。一緒に食べましょうか。はい。今日何時頃お戻りになりますか？おじいさんとおばあさんが帰る前に料理の準備をしたいと思います。そうですか。夕方の午後5時くらいかな、おばあさん。はい、わかりました。おじいさんおばあさん、いってらっしゃい。行ってきます。鶴は家で掃除をしたり食事の準備をしました。洗濯をしていた時、鶴はおじいさんとおばあさんの服に月やきは 2,3 枚塗ってあるのに気づきました。鶴はおじいさんとおばあさんは本当に節約家だと思いました。それ以来、鶴はおじいさんとおばあさんと一緒に幸せに住んでいました。もうすぐお正月なのに、おじいさんとおばあさんは新しい服を買うことができないだけではなく、お餅さえも買えませんでした。お正月、おじいさんとおばあさんは何をあげればいいのでしょう？あ、布を織って服を作ってあげましょうか。そして町で売ればおじいさんとおばあさんはお金をもらえる。そう決めたら、鶴はおじいさんとおばあさんの留守中に近所から機織りを借りてきて自分の部屋に置きました。時間さえあれば、鶴は部屋で布を織りました。おじいさんとおばあさんがご飯を食べている間も部屋で布を織りました。なるべくお正月の前に布を完成させたい。鶴はそう思いました。おじいさんとおばあさんはこのことを知らなかったので、不思議に思って鶴の部屋の戸を叩きました。娘さん、何しているんだ？ご飯食べないのか？もう食べました。少し気分が悪いので今日は早く寝たいんです。体大丈夫ですか？変な音が聞こえましたよ。私は何も聞こえませんよ。おばあさんの気のせいじゃないでしょうか。そうですかね。じゃあおやすみなさい。危なかったわ。機械の音はやはり大きすぎますね。次の日も次の日も、鶴はおじいさんとおばあさんがいないとき、部屋で布を織りました。冬の午後、外はいつもより早く真っ暗になりました。カリュートはまた鶴を探していました。ある日、おじいさんとおばあさんの家の隣に、カリュートは寒いやら、お腹がペコペコやら、森の中で倒れてしまいました。カリュートは死にそうな思いになり、目を閉じた瞬間、一羽の鶴が目の前に現れました。こんはソマトやんか。そして、カリュートはチン、カラカラトントンという音が聞こえました。なんや、旗織りの音？もしかして、つやな。やっと見つけた。おめえのせいでわいはこんな風になってしまうたんや。おめえはもう逃げちゃせんぞ。ある日、おじいさんとおばあさんの友達が病気になり、その夜、友達の家で一晩泊まって家に帰りませんでした。
それをいいことに、鶴は部屋でろうそくを灯しました。その時、障子に鶴の本来の姿の影が映りました。しかし、鶴は気づきませんでした。カリュートは旗織りの音をたどりました。彼は鶴の部屋へのそのそと歩いていて、やっと着きました。そして、障子の向こう側に映った鶴の影が見えました。これは、へっへ。やった。カリュートは音が出ないように人差し指を舐めて、障子にそっと穴を開けて、鶴の姿を伺いました。あれは布？次の日、鶴は戸を開けて部屋から出てきました。キラキラ輝いている白い布を持っておじいさんに言いました。おじいさん、これを町へ持って行って打ってください。へえ、こんな美しいね。お前が折ったのかい？こんなに高い布はとってもいただけないよ。おじいさんはどうしても断りきれなかったので、鶴の言う通りにして布を持って町へ行きました。しかし、おじいさんの後ろには、おじいさんは鶴が折った布を牛舎から出した途端、大勢の人が集まってきて、その美しい白い布を買いたいと口々に言いました。その布、俺が買う。買わせてください。そして、おじいさんはあっという間に高価で布を売りました。おじいさんはお金をたくさん手に入れて、お餅を買えるようになりました。家に帰ってから、おばあさんと鶴と一緒にお餅を食べて、いいお正月を過ごしました。しかし、その一方で、カリュートは、あの鶴が作った布は一旦1万ドルで売れるんか。うっそやろ。ふん。その夜、おじいさんの部屋は闇に包まれました。鶴はまたおじいさんとおばあさんが寝ている間に布を織り始めました。カリュートは鶴が全く気づかないうちに障子の穴から写真を何枚も撮りました。けっけっけっけ。もう逃げせんで。カリュートは今までと比べにならないほど浮かれていました。写真撮れたやで。はっは。こんでワイの鶴をパチった泥棒にも仕返しできるで。次の夜、おじいさんとおばあさんは戻ってきました。カリュートは一刻も待たず、おじいさんたちの家に訪れました。誰だろう、こんなに夜遅く扉を叩くやつは。失礼すんで。前にお尋ねしたカリューモンや。中に入らせてもらえまへんかね。おもろい話があんねんけど。そうやってカリュートはニヤニヤしながら無理やり中に入ろうとしました。お前のようなやつと話すことは一切ない。出て行け。おじいさんは前の出来事を思い出して怒ってカリュートを追い払いました。こんなクソじじい。こんで終わったんやと思うな。絶対後悔させたる。追い出されたカリュートは外で叫びました。そして家に帰った後、新たな企みを思いつきました。次の朝、おじいさんは塔の前で変な封筒を見つけました。裏を見ると、あの娘はバケモンやと大きな字で書いてありました。なんだこれは。誰かのいたずらか。おじいさんは心の奥の不安をよそに、その封筒を開けずに捨てました。しかし、翌日の朝、そしてその次の朝、そしてまた次の朝も必ず新しい封筒が届いていました。あの娘、嘘つきやで。ミンフリはやめえや。あの部屋の中を見らんてええんかなどと毎日違う文章の手紙が届きました。わしはこんないたずらに騙されないぞ。あの子を疑うなんて絶対にしない。おじいさんはそう言いながら必死に疑いの気持ちを消そうとしました。おばあさんにも隠すことにしました。しかし心の中で疑いがだんだん広がってしまい、やがてある日、おじいさんは誘惑、疑い、そして好奇心に負けてしまいました。どうせどっかのガキがやったいたずらだ。
見ておいても大丈夫だろ。そう言いながら、おじいさんはついに封筒を開けてしまいました。中には、おじいさんの家の中で布を織っている鶴が写っている写真がたくさん入っていました。おじいさんは驚いて言葉も出ませんでした。ついに焼きよったな。これで家族ごっこも終わりや。ここからの展開が楽しみやな。最近のおじいさんは元気がないな。何があったのか。おじいさんの部屋をきれいに片付けて好きな夕ご飯を作ったら元気になってくれかも。鶴はおじいさんを励ますためにおじいさんの部屋の隅々を掃除することにしました。うわ、何これ。こんなに散らかっている。普段はこんなに汚くないのに。びっくりした鶴は部屋の状態を眺めていると、机の上の写真に目が行きました。おじいさんはショックで写真を片付けることを忘れてしまったのでした。なんておじいさんはこんな写真を持っているの？どうしよう、どうしてこんなことになったの？鶴は悩んで泣いていました。もう正体を知ってしまったおじいさんと今後どう暮らしていこうかと考えましたが、答えが出ませんでした。その夜、鶴は決心を固めて写真と晩ご飯を机に置いて、おじいさんとおばあさんが帰ってくるのを待ちました。ただいま。娘さんよ、そんなにかしこまってどうしたの？おじいさんおばあさん、お話があります。その時、おじいさんは机の上の写真に気がつきました。その写真は。はい、おじいさんはもう気がついていると思いますが、私は人間ではありません。何言ってるの？一体どういうこと？この写真を見てください。おじいさんの部屋の掃除をしている時に見つけました。ということは、その写真は本物なのかい？はい、そういうことです。私はおじいさんとおばあさんに助けられたことを本当に感謝しています。お礼をするために私の羽で美しい布を作っていました。しかし私の秘密がもうバレてしまったので、もう一緒にはいられません。ごめんなさい。少女は鶴の姿に戻りました。そして泣きながら荷物を詰めました。やっと状況を理解したおじいさんとおばあさんは慌て始めました。人間でも鶴でもどうでもいい。頼むよ。私たちと一緒にいてくれ。わしが悪かった。ただの好奇心だった。申し訳ない。もう疑わない。見なかったことにするから行かないでくれ。本当にごめんなさい。見られた以上、前のような暮らしはもうできません。私たちは違う世界の住民です。もう一緒にいない方がいいんです。さよなら。最後の挨拶を伝えた彼女はそのまま去っていきました。おじいさんとおばあさんがなんと泣いても謝っても鶴はもう帰ってきませんでした。裏からすべてを見たカリュットは大喜びでした。ざまあ見ろ。ワイの狩りの邪魔をしたお前らにふさわしい週末じゃないか。まあ一応復習も終わったことやし、また狩りに戻らなあかんな。その後、鶴と鶴を追いやったカリュットはその土地でもう二度と見かけることはありませんでした。